こんばんは。わしは、もひじ、長いことこの田んぼに立っているとね、人ってものは本当に不思議なことをする。今日は、その中でも何百年見ていても、なんでだろうね。そう思う話を一つしようかね。お前さんは夜道を歩いていて、ふと後ろを振り返ったことはないかい？わしはね、そんな人を何千人も見てきた。男も女も子供も年寄りもみんなじゃない。でも夜になると同じようにふと後ろを見る人がおる。わしはその後ろも見ておる。でもね、誰かがおったことは一度もないんじゃ。じゃあ人は何を見ようとしているんだろうね。最初は後ろに誰かおるのか確かめておるんだと思っておった。でも振り返っても誰もおらん。そしてまた少し早歩きで歩き出す。これ少し不思議だと思わんかい？何百年見てきても人だけはまだまだわからん。人ってのは怖がりだから振り返るんだと思っておった。でもどうやらそうじゃないみたいだ。昔の人は草むらが揺れた時、風だろう。そう思って歩き出した人より何かおるかもしれん。そう思って立ち止まった人の方が生き残れたそうだ。何もおらんかったらそれで笑ってしむ。でも本当に獣がおったらその一度で命を落とすこともあった。今の時代なら獣というのかもしれんの。だから人は安心することより生き残ることを選ぶようになった。その名残が今も人の中に残っておるらしい。だからね、夜道で振り返るのは弱いからじゃない。臆病だからでもない。生きようとしている。ただそれだけなんだ。人ってのは危険を見つけるのが上手なんじゃない。危険かもしれない。そう考えるのが上手な生き物なんだね。昔から人は見えないものの話をたくさん残してきた。でもね、少し不思議だと思わんかい？見えないはずなのに何かおる気がする。そう感じる人がおる。誰かを見たわけじゃない。声を聞いたわけでもない。それでも気配がする。そういう人がおる。人ってのはね、危険があるかもしれん。そう思うと頭の中でその続きを作り始める。だから人はおらんよりおるかもしれんを選ぶようになった。考えてみれば幽霊の話も妖怪の話も最初はそんな小さなかもしれないから始まったのかもしれんね。不思議なことにね、何百年経った今も人の頭はあの頃とあまり変わっとらんらしい。例えば相手から返事が来ないだけで何かあったんだろうか、怒らせたんだろうか、嫌われたんだろうか、本当のことはまだ何もわからんのに。それでも人は待てんのだね。答えがわかる前に頭の中で続きを作ってしまう。昔は草むらの向こうを想像した。今はスマホの向こうを想像する。人はあまり変わっとらんよね。わしはね、昔は夜道で振り返る人を見るたびに怖いんだろうね。そう思っておった。でもどうやら違ったみたいじゃ。暗闇や幽霊を怖がってたんじゃない。自分の頭に浮かんだかもしれないが、怖かったのかもしれん。でもそのかもしれないがあったから、人は危険を避け今日まで生きてこられた。だからわしは夜道で振り返る人を見ると、今はこう思う。今日も一生懸命生きようとしておる。そう思うんじゃ。人ってのは見れば見るほどわからん。でもだから面白い。これから先も人という生き物を観察しながら、わしなりに考えてみることにするかね。ではでは、今日はこの辺にしておこうかね。